数ヶ月ぶりに化粧をしてみたよ。どうも、ステフです。今日はフルーツタルトを作ります。やらなきゃいけないことをやり忘れてて、卵を常温に戻したりとか、バターを常温に戻したりとかね。大事なステップをやり忘れていたので、成功するかどうかわからないですが、最後まで頑張るので、ぜひ見てください。取れてる。はい、やっていきましょう。タルト生地に必要なのは無塩バターと粉砂糖、塩、アーモンドパウダー、全卵、薄力粉です。無塩バターをホイッパーでクリーム状にしていきます。ちょっと硬いかな。これはみんなはちゃんと常温に戻しておいてくださいね。はい、今レンジで5秒だけやりました。はい、次粉糖を入れます。粉砂糖、お塩も入れます。見えてる？ちょっと遠すぎんのかな。どうかな。こっちの方がマシかな。はい。したらアーモンドパウダー入れます。よし。したら卵を2、3回に分けて入れます。ほんと分類じゃないや。なんだっけ？分離しやすいよね。作ったかな。2、3回って書いてあるけど、レシピとかにはね、私は分離するのが怖いから、いつも本当に回数多めで入れてます。よくさ、料理番組とかでさ、あんまりなんかこうお皿の材料とかさ、こそげ取らないさ、あるじゃん、動画とか。ああいうのめっちゃイライラするんだけど、私だけ。はい、混ざりました。混ざったら薄力粉を入れます。手洗ってあるからね、もちろんね。今更だけど。食べるのは私だしな。あ、はい、こんな感じで混ざったら、うわ、最悪だ。すっげえついてる洋服に。まあ、しょうがない。あれなのよ、エプロンがないのやったし。だっていつもはさ、汚れてもいい、なんていうの、服だって一人だし、部屋着着てやるじゃん。部屋着っていうか、なんていうの、もう汚いやつ汚い服やるからさ、汚れてもいいのよ別に。だからさ、エプロンとか着ないじゃん。こういう時困るよね。なきゃ。さすがにだってさ、部屋着の汚いやつをさ着てさ、動画撮るわけにいかないじゃん。動画もどのくらい需要があるのかわからないですけど、作ってみるだけいいかなとか。何事も挑戦ってね、
そう、これを包みますよ。なるべくちょっと形を整える感じでね。はい、まあ大体でいいのよ。大体こんなん、そういうもんよ、お菓子作りって。映ってる？映ってるね。こんな感じで、これを本当は一晩寝かす方がいいですが、ちょっと時間がないので私は3時間にしようかなと思います。じゃあね、後でねと思ったけど、時間があるからその間にカスタードクリームを作りたいと思います。材料は卵黄1個割れちゃった。見て、チョップ、コーンスターチ、私はコーンスターチ派。小麦粉とかで作る人もいるけど、コーンスターチの方が美味しいかな、私的には。はい、砂糖、牛乳、まず最初にもう牛乳を鍋に入れてみて。もうなんか大学1年生の時とかから、いやもっと前かな、使ってるからさ、汚い。新しい鍋も買わなきゃ。あ、もういっぱいだな。恥ずかしいな、こんなんで。大丈夫？この動画。OK。で、牛乳入れて、鍋にじゃねえ。なんかこのレシピは砂糖を半分入れとくんだって。初めて。まあ私はもういろんなレシピを使ったりしてやってます。キッチンが全部見えちゃう。恥ずかしいね。本当に恥ずかしいわ。まあいいや、こうやって火にかけときます。まあ強火？中火ぐらいにしとく？はい。牛乳温めてる間に卵黄入れて、そう入れるとさ、こうやってさ、お皿にこびりつくじゃんって感じだよね。下打ちしちゃったよ。で、砂糖を入れてすり混ぜる。こんな感じに混ざったら粉ってコーンスターチね。すごいついちゃってんじゃんこれ。もうはい、したらこれも粉が飛ばないようにね。飛ばないようになんか多かったかな。やっぱさ、計量してる時にさ、ちょっと多いかなと思ったんだよ。思ったけども、まあカスタードクリームで何か使えるかなと思って、まあそんな食べない。はい、白っぽくなるまで混ぜました。いい感じに牛乳が温まってきた。沸騰寸前になるまで温めたら火止めて、これね、さっきの混ぜたやつ、これにちょいちょい入れていきます。はい、入れるよ。本当にね、これちょっとずつ入れないと卵が熱で固まっちゃうから、ちょっとずつ入れます。聞こえるかわかんないけどさ、みんなにはさ、上の階のさ、住人の人、上の階のご近所さん、知らない人なんだけどがワンちゃん飼ってんのよ。もうね、でしかもなんかうちのアパートの作り上あんまりこう防音加工っていうのされてないみたいで、めっちゃドタドタドタってうるさいんだよね。このくらいになってきたらちょっとね、混ぜながら入りました。はい、こんな感じ。鍋に戻します。はい、そしたら中火くらい。沸
かけるよ。あ、違う、こっちじゃないよ。こっちだよ。カスタードってさ、ずっとさ、混ぜてる手止めるなって言うじゃん。本当に止めちゃダメだからね、もうね、ずっと混ぜてる。なんか普段さ、お菓子作ってる時さ、一人だしさ、集中してやっちゃうからさ、喋りながらやるとかあんまないから慣れないっていうかさ、何話していいか分かんないっていうかさ。あ、分かるかな。とろみが一気についてきたの分かる？ねえ見て、ほら分かる？ちょっと火から落として混ぜないとね。熱い。おいしい。ふつふついってきたらもういいから。わかるかな。こんな感じ。はい、オッケー。そしたら私はね、最後にね、ちょっとバニラエッセンス入れるんだよね。バニラエッセンスってアルコールじゃん。だからさ、これに本当はバター入れるとリッチになってさらに美味しいんだけど、ちょっとタルト生地にあれバターいっぱい入ってるし、どうせ食べるの私だし、ちょっと今日は入れないでいこうと思います。できた。これをね、こういうまあ本当は何て言うんだっけ、バットに入れるんだけど、ちょっとないから。はい、こうしてラップをこうやってやって乾燥しないようにするんだよ。粗熱取って冷やしておきます。作りすぎたな、本当に。カスタードこんなに作ってどうすんだよ。3時間後です。はい、では伸ばしていきます。マフィン型を使ってミニタルトにしたいと思ってるので、ここにこのクッキー型で型を取ってここに入れてっていう感じにしていきます。でさ、3ミリぐらいになったら、こっちだとどう？この大きさはちょうどいいかも。ほらね、映ってないね。こんな感じ。見えてる？はい、こんな感じでできました。冷蔵庫入れておきます。材料はバター、グラニュー糖、卵、アーモンドパウダー。これは絶対にもう常温に戻ってます。わーい、こうなんなきゃいけないから、本当はこうなんなきゃいけないからね、みんな。これでリング状にします。そうなったらグラニュー糖を入れます。このように白っぽくなったら卵を半分ぐらい入れます。そしたらアーモンドパウダーを半分ぐらい入れます。はい、そしたら残りの卵を入れちゃいます。はい、そしたらアーモンドパウダーも入れちゃいます。はい、さっきのこの生地に入れる前に155にセットして予熱しておきます。予熱している間にこのさっき作ったこのアーモンドクリーム
をこれにこのタルト生地に入れていきます。入れちゃいます。ちゃんとみんな絞り袋に出してやろうね。こんな感じ。ちょっともうちょっと綺麗にしたいとこだけど、これが限界かなって感じなんで、じゃあ入れます。ちょっとオーブン汚いのはちょっと恥ずかしいんだけど、オーブンに入れていってらっしゃい。ちょっとさ、とりあえずさ15分やってみたんだけど、見て、なんかカップケーキみたいになっちゃってる。終わったみたい。開けてみよう。でさ、いや、じゃじゃーん。あ、でもまあいい感じなんじゃない？はい、こんな感じに焼けてました。保存に最適なのでやっぱ使いますが、すごくいい感じのカスタードクリームができてます。結構固め。ほら、なんかちょっとゼラチンっぽい感じ。これを崩してこのように滑らかにしていきます。で、私の一番のお気に入りはこれにラムを入れて香り付けることです。こんだけちょっとだからラムの味とかはほとんどしないけど、ラムの香りがしてすごくね、上品な大人なカスタードクリームになります。こんな感じになりました。はい、盛り付けです。今日用意したフルーツはイチゴ、ラズベリー、ブルーベリーです。ミント、飾り付け用のミントも用意してます。で、昨日作ったタルト生地ね、タルト台、シロップ、カスタードクリームです。まず盛り付けを始める前にタルト台にこのシロップを塗っていきます。はい、シロップ塗り終えました。シロップ塗るとね、ちょっとこうなんかこうシャイニーな感じ、シャイニー、こう光沢が出る感じになります。はい、普通に盛り付けに入っていきます。カスタードクリームをのせます。こんな感じ。あとね、ミントのね存在はめちゃくちゃ偉大。とりあえずミント乗ったきゃなんかほらぽくなるからね、ぽくなんのよ。ミントってね、ほんとすごい。ミントない時とかめっちゃなえるもん私。あとタルトの時はね、カスタードクリーム固めじゃないとこう乗らないし、フルーツを支えても支えられない硬さになっちゃうから、カスタードは固めに作るのがおすすめ。こんな感じ。できたよ。こんな感じにできました。はい、以上になります。ステフってこうやってお菓子作ってるんだって思えるような動画になってたらいいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。